なことあったんやって言える人おる？何でもいいからお兄さん言ってもいいやで姉ちゃんもそんな大人になってへんけど、結構学校卒業したらいっぱい人おったし、なんかそこだけじゃないんやなって思ったからさ。学校で誰かになくされて、学校で同じ学年の子になくされちゃって。喧嘩とかした？もうしてへんのに？やんな。靴下汚れるの？隠されたってこと？多分。そいつらってわかる？誰か。多分、同じクラスの子。同じクラスメート。なんか近くにさ、お母さんとか、なんか相談できる人、こんなことあったんやって言える人おる？何でもいいからお兄さん言ってもいいやで姉ちゃんもそんな大人になってへんけど、結構学校卒業したらいっぱい人おったし、なんかそこだけじゃないんやなって思ったからさ。今ちょっとしんどいけど学校楽しくなるといいね。お母さんとかには話してる？そいつらが絶対悪いから、そいつらってまだいる？近くに。多分、あっちに。あっちの方。そうか、そいつらね、そいつらが絶対悪いから、おじさんが一緒に行ってあげるから。もしかしたら学校にまだ残ってるかもしれないからさ、この近くでしょ？探しに行こうか。お兄ちゃんもな、実は小学生ぐらいの時にさ、なんかランドセルの中身バーンってやられた、上履き捨てられてたりとかあったからさ、なんかその時はしんどいんだけど、そうだな、本当にしんどい。先生とか知ってるのにそのこと。先生に言ってもって感じやしな。
父さんお母さんにも心配かけちゃうとか思っちゃうよね。でも今はしんどいからもしかしたら分からへんと思うし、お姉ちゃんもあんまり深く言えへんけど、卒業したりとか今はしんどいけどいろんな行事やっていて友達できたりとかするとさ、すごい楽しかったし、なんか学校って何人ぐらいおんの30人ぐらい。 ?30 人しかおらへん。30人もって思っちゃうけど、卒業したらいっぱい人おるから、そうした時にあ、このことでって思ったんよね、お姉ちゃんは。その時はしんどいけど、今しんどいからどうせって感じやけど、ほんまにしんどい時は誰かに言うとか、誰かに言うのもしんどかったら本当になんか逃げるっていうか、逃げるって言葉ってちょっと難しいけど、なんか負けた気になっちゃうかもしれんけど、そういうのって大事なことやと思うからさ、お兄ちゃんでよかったら何でも話聞くで。どうして先ほど隣にいた小学生に声をかけてくれたんでしょうか。私も兄弟がいるんですけど、ちょうどそれぐらいの小学生の弟がいて、普通片っぽないなって思って、あんまり自分から話しかけることないんですけど、ちょっと話しかけちゃいましたね。普通にここ解けないなっていうのはあって、いじめっ子にそういうことをしちゃいけないというのを、口で、伝わるんだったら強めに言ってあった方がその子たちのためにもなるし、日本のいじめとりあえずちょっと陰湿すぎて、やっぱり世界中どこでもあるんだけど、日本だけなんかちょっと変わってるっていうか、必ず標的をなんかターゲット絞るって、で自分は安全なところにいて必ず攻撃するじゃないですか。これがなんですかね、うまく言えないですけど、大嫌いで。やっぱり先生とかご両親には打ち明けられないこともたくさんあると思うんですよ。小さいながらに言えないことってたくさんあると思うので、その中でもっと言いやすい環境、自分で作るのって難しいと思うんですけど、一言勇気出して言ってみると、きっと周りの友達でも誰でも聞いてくれる人はいると思うので、その小さな勇気があればきっとしんどいところから抜け出せれるのかなって。生活いろいろある子っていると思うんですけど、あんまり気にしないでっていうのはおかしいんですけど、その時だけだっていうのもあるし、成長するにあって助けてくれる人っていっぱいいるんだなっていうのは気づいていけるでしょうし、そういう人にいっぱい出会って変わっていけたらいいかなっていうふうに思いました。意地悪するような人ばっかりじゃないっていうのは気づいてもらえたらいいなって思います。もうとりあえずいじめをされたらもう逃げる、本当に逃げる、悪くない、自分は悪くないんだったらもう逃げる。で親にも相談して、で学校にも相談して、で学校でも相談してもうまくいかないことってやっぱりあるんですよ。ただ、はい、先生がそんなに真剣に捉えなかったり、もうその時はもう親御さんに相談して、もう引っ越しててもいいから逃げる、絶対逃げる、もうそれだけですよ、本当に。ありがたい言葉をいただきました。ありがとうございます。すみません、ご協力いただきました。